こんにちは、たびくらです。ご視聴いただきありがとうございます。キャンピングカーに乗り始めて2年目の我が家ですが、今回はそれまで普通車しか乗ったことがなかった我が家がキャンピングカーに乗り始めてびっくりしたことや初体験したことなどをいくつかご紹介していきたいと思います。キャンピングカーならではのあるある体験になると思いますので、キャンピングカーをお持ちの方はもちろん、これからキャンピングカーを購入しようと思っている方も、事前の情報としてぜひご視聴いただけると嬉しいです。ちなみにキャンピングカーと一口に言っても、バスコンやキャブコン、バンコンに軽キャンなどいろいろ種類がありますが、我が家が乗っているのはキャブコンの中でもコンパクトのサイズのもので、ライトキャブコンと呼ばれるキャンピングカーになります。キャンピングカーの種類によっては当てはまらないこともあるかもしれませんが、その辺はご了承ください。まずキャンピングカーに乗り出して一番初めにびっくりしたのが風に煽られることです。横風の強い日や高速道路で大型車に追い越される時などハンドルが取られます。キャブコンは見た目の通り車体が大きく高さもあるので、風を受ける面積が広く、考えてみれば当然の現象ですが、初めて乗った時はびっくりしました。キャブコンはトラックの荷台に居住空間のシェルを乗せる構造のため、重心が高く、一般的な車と比べると不安定ということも関係しているそうです。改善策としては足回りを強化するパーツなどもあるようですが、スピードを抑えてゆっくり走るのが大切だということです。先輩のユーザーさんから言われて印象的だったのが、キャンピングカーは家を背負っているカタツムリ、のんびり走る車という言葉です。まさにそうだなぁと思います。横風に煽られることは仕方がないので、キャンピングカーの特性を理解し、ハンドルをしっかり握って周囲の安全を確認しながらゆっくり走るようにしています。キャンピングカーに乗り出してからは急ぐ旅はしなくなりました。一般的な車に比べて高さがあるので、走行中ドキドキ出くわす低いトンネルや高さ制限のある場所で焦ります。以前走行中に出会ったトンネルはどう頑張っても通れない高さだったので、泣く泣くバックして道を戻り迂回しました。高さに関しては車高制限のガードをくぐったらオープンカーになっていたなんて笑い話もよく聞きますが、実際にあったら笑えないショックな話ですよね。それから駐車場も高さが影響して入れないこともあるあるです。我が家のキャンピングカーは高さがあるので、立体駐車場に入れないことは100も承知ですが、一般的な駐車場のスペースなら収まるサイズとなっています。ですので、いつも平面駐車場を探して止めるのですが、時には平面駐車場であっても出入り口のゲートや発見器上の雨よけが低い場合があり、入れないこともあります。ルーフをぶつけてしまうことは絶対に避けたいので、怪しいと感じたときは一旦車から降りて目視で確認するようにしています。対策は Google マップのストリートビューで確認するという方法もありますが、高さ制限の標識までは写っていなかったり、写真では判断しにくい場合もあるので、参考程度に活用しています。航空写真で平面駐車場かどうかだけをチェックすることが多いですね。マイナス要素のあるあるが続いてしまいましたが、ここからはポジティブなあるあるを上げていこうと思います。キャンピングカーの良さは
宿泊先の予約を気にせずに出かけられるところですよね。週末、急に出かけたくなった場合も、とりあえず出発して途中眠くなったら道の駅や高速道路のサービスエリアで仮眠をとって目的地へ向かうなんてことが多々あります。目的地の近くまで行って車中泊ができるので、時間が有効に使えるのもいいところです。普通車で旅行をしていた時は事前にホテルや旅館の予約が必要でしたが、キャンピングカーに乗るようになってからはそんな手間は一切なし。思い立ったらすぐに出発して臨機応変に計画を変更しながら自由な旅を楽しめるようになりました。キャンピングカーにはすれ違う際にお互いが手を挙げたり手を振ったりして挨拶を交わす素敵な習慣があります。キャンピングカーに乗りたての頃はその習慣を知らず、手を振っていただいたのに戸惑ってしまって、私に振ってる？知り合いだったかな？と対向車の方を凝視しながら通り過ぎたこともありました。2度目に手を振られた時に、これは何かあると思ってキャンピングカーお手振りと検索したのを今でも覚えています。この習慣を知ってからはすれ違いざまの挨拶がとても楽しくなり、前方にキャンピングカーを発見すると必ず手を振っています。相手の方も笑顔で挨拶を返してくれることが多いので、嬉しい気持ちになり、旅がさらに楽しくなります。これは普通車の頃にはなかった体験ですね。時々相手の方に素通りされて上げた手が宙を舞うこともありますが、以前の私のようにこの習慣をまだ知らない方なのかな。早くこの習慣を知って挨拶してほしいなと思ってしまいます。同じ楽しみを持つキャンピングカーユーザー同士が旅先で互いに手を振り合う、本当に素敵な習慣だと思うので、これからも続けていきたいと思います。先ほどのすれ違いざまの挨拶もそうですが、キャンピングカーユーザーは共通の楽しみを持つ仲間同士という意識があるためか、旅先で声をかけていただくことが多い気がします。今まで車中泊先や道の駅などいろいろなところで声をかけていただきました。お話をしていると年齢にかかわらず非常にポジティブで人生を楽しんでいらっしゃる方が多いなという印象で、たくさんの刺激をいただきました。年齢や職業、住んでいる場所も異なる、普通では知り合う機会のない方たちと知り合えるのはキャンピングカーがあるからこそ。キャンピングカーオーナーになって本当に良かったと思う瞬間です。いかがだったでしょうか。今回はキャンピングカー、主にキャブコンのあるあるを私の体験をもとにご紹介させていただきましたが、他にもいろいろあると思いますので、皆さんのあるある体験をぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。